こんにちは、加藤です。今日は独学注意シリーズ第10弾として質問にお答えしていきたいと思います。テーマは形が合わないということなんですが、ちょっと先に質問を引用します。先生がよく調子をつけながら形を整えていけばいいというので、それを実践していますが、何分初心者で形が歪んでいたり、大きさが違っていたりして、調子をつけながらやったはいいけれど、線が多くなりすぎ、決しては書きの連続になってしまいます。初心者は薄い鉛筆で下書きを時間をかけ、綿密に行った方がいいのでしょうか？もしくは、デッサンよりも先に、まずは形を正確に書く練習を重ねた方がいいのでしょうか？お答えしていきたいと思います。ここで質問者さんが考えているデッサン、下書きについて整理しますと、下書きということについて、これを線のみで形取りというふうに下書きのことを考えているのかな。そしてデッサンについては調子をつけること、これは、陰影による立体表現、こんな風に、下書きとデッサンというのをちょっと分けて考えているような文面かなと思いました。初心者の方はこの調子をつける前に線だけで形取りを丁寧に時間をかけて綿密に、下書きに時間をかけて形が線で捉えられたら、その次の段階として調子をつけていった方がいいんではないかというふうな考えというかご質問だと思ったんですけれども、このあたりについてねお話していきたいと思います。形取り、デッサンとか下書きとか形取りっていうのを区別しようとすると、なんか手順があるようなね、作業1とかね、手順でもいいです。手順1みたいな、順番が2とか3とか、順番がデッサンにおける作業順ですね。デッサンの作業手順1、2、3、4みたいなのがあるような感じがするんですけど、その第一として形取りをどうやってやるのかっていうことなんですが、結構線描ですね。線のみで、線だけで形取りをしてから、その後色塗りどうしましょう。例えば立方体にしましょうか。立方体の形が取れるまで、形が合うまで何度もこの線を描き直してですね、上げたり下げたり大きくしたりちっちゃくしたり、線描をこうやって形が合うまで何度もやって、よしこれで形がだいたい合ったぞと、形が決まったとなってから調子をつける、色をつける、トーン分けをする、立体表現をする、次の段階で調子をつける、こんな風に2段階でここのね手順を考えている方多いと思うんですけど、私はこれがいいとは思っていないわけなんですけど、そこで形取りながら調子をつけると。調子と形を同時に書き進めましょうっていう風に、これまでの動画で散々言ってきてるんですが、確かにね、これって慣れないと作業しにくいと思うんですが、ここでね、考えてほしいのが、形取りって一体何なのかってことなんですね。この形を取るっていうのが一体どういうことなのか。まずね、線だけの形取りというのは、これ情報量が非常に少ないんですね。少ない。線っていうのは始まりがあって終わりがあって、線分って点と点の結んだのが線なわけですけど、私はその線よりも面で捉えることを進めてるんですね。面で捉えるってどういうことかっていうと、色面、色塗りです。例えばこういう形の四角い暗い形っていうことですね。なのでここには輪郭線ではなくて、こういう形なんですね。四角い、ひし形か。こういう暗い形。この形が合ってるかどうかっていう見方。例えばグレーの
一番、明るさで言うとこれ1番、2番、3番としましょうか。そうすると、これ中間、グレー調子のこの形。で、暗い調子のこの形。っていうのを、この輪郭線ではなくて、面で見る。面の形で見る。そういった見方を形取りするときに推奨しているんですね。で、もうちょっと違う言い方をしていきます。最初になんて言うんでしょう。例えば色紙を切って貼ったような、そのシルエットで形を捉える。そういった見方が私は形取り。色面で、色って言ってますけれども、トーンですね。トーンの面の形で、色面で形取りをする。線ではなくて、線のみの形取りではなくて、線でくくった、ある調子、トーンの色面の形で比較して、形が合ってるかどうかを決めていく。そういった見方を進めているわけです。で、具体的にどんな風に進めていくかっていうと、皆さんには、例えばクロッキー帳、エスキース帳で、最初絵を描く前にエスキースをしようとしていると仮定します。その時に、本当にね、小さくていいので、そのモチーフの形を色面で捉える、そういった練習してみましょう。例えば、ポットにしましょうか。こういうミルクピッチャーにしましょうか。ミルクピッチャーがあるとして、で、皆さんこうやって最初形を線で取ろうとして、線がもうちょっと長いとか短いとかって、書き直しを何度もしながら書き進めていくと思うんですが、そこをですね、線で捉えるのやめて、色面で、シルエットで捉えてみる。例えばこうですね。こういう風に。こういう風な練習から始めてみてはいかがでしょうか。ここでは、ポイントはですね、細かいところを見ない。これ一番大事なんですけれども、皆さん例えばこれ蓋の口の部分が楕円とか、取っ手の部分がルールがある、秩序があるとか、下の部分も楕円とか、こんな細かい形を結構ね、最初から意識しすぎがちなんですね。で、そうではなくて、最初にですね、このシルエットだけ、この形が合ってるかどうかっていうのを大事にしてみます。で、今書いてみました。で、書いてみたら、頭の方が大きくて、下の方がちっちゃい。本当はもっと下の方太ってるな。っていう時に、これ線を書き直すんではなくて、色面、暗い色のこの面の形を、こうやってね、増やしてあげるんですよね。こうやって増やしてあげる。このシルエットを比べてみる。増やしてやる。わかりますかね。線で何度もなぞるんではなくて、暗い色がなんて言うんでしょう。カビが増えるように増やしてあげる。で、増えすぎたところは削ってやる。こんな風にですね。こんな風な、まずは、シルエットとして、色面として、色面って何度も言いますけど、色イコールトーンと置き換えてください。このグレーの調子のついた、黒っぽい調子の形をまず合わせていくんですね。で、こういった見方を私は早い段階でしていくことをお勧めします。線のみで形が捉えられたら次に調子をつける。ではなくて、まずは色面、トーンの塊として、これが、形が似ているかどうかを比べていきます。で、その際になるべく小さい方がいいです。描く大きさですね。初心者の方ほど小さく描いてみましょう。クロッキー帳にこんな大きさでもいいです。小さく描いて、この小ささの中でパッと見の印象が合ってるかどうかをこの小さい大きさで比べるようにしてみてはいかがでしょう。で、形を直すときは練りゴムで削ったり削ったりですね。もしくは足したり、足すときには線ではなくて暗い色のこの色面が太るように、増殖するように書き足してあげる。そんな風にですね、まず最初に細かい部分を見ない。一切見ない。なるべく一個のものとして単純化してみるというか、見ないように見ると同時に小さく書く。これもポイントですね。小さく。で、次に、線じゃなくて色面で書く。もうこういう面ですね。色出なくなっちゃった。色面の形を合わせていく。
で、それが細長ければ太らしてみたり、太りすぎたら細くしてみたり。まずはこのね、終わりというか、全体をパッと見た時の印象を合わせることを、一番重視して、形を描いたり消したりしてみましょう。で、ここの質問の方ですね、何度も描いたり消したりっていうのが、多いと。で、消しては書きの連続になってしまいますっていうのが、ちょっと効率が悪いような、そういう捉え方されているようなんですが、このね、デッサン初心者の方にとって、書いたり消したりを何度も繰り返すっていうことこそが勉強なので、それはいいことだと思ってください。もう何度も何度も書いたり消したりします。で、ついでに、上手い人と下手な人の違いっていうのを皆さんご存知でしょうか。ですね、上手い人は下手な人と違って、直す回数がめちゃめちゃ多いです。直す回数が少ない、一発で形が合うじゃなくて、上手い人ほど誰よりも直しています。で、下手な人は直す回数が上手い人よりも断然少ないです。上手い人と下手な人の一番の違いは、何度でも直す覚悟を決めて、最後までずっと直し続けた人がやっぱり形が合ってくるんですよね。で、だから上手くなるんです。に対して下手な人っていうのは、形が合わないっていう時に、こんなもんだろうって諦めた、形を直すのをやめた人が、下手なまま進化が止まっちゃうんですね。なので、このね、書いたり消したり何度もやっていますとか、いつまでも形が合わないっていう人は、上手くなる資質を十分に持った方だと思いますので、諦めずに直していきましょう。で、その際に、私は線で捉える、何重にも線を引いていくとね、確かに線がどれだかわかんなくなるんですが、その方法よりも、私はこの色塗りですね、色面で、暗い形が、黒っぽい、調子のついた形が、もっとはみ出るとか削られるとか、そんな風に最初はですね、見ないようにシルエットで見る。で、シルエットが合うまで太らしたり痩せさせたり長くしたり細くしたりしながら、見ないように大事なところだけ、特徴的なところだけ、そういったところだけ見て単純化して見ていく。そういった見方で形を合わせる練習をしていってみてはいかがでしょうか。形が合うぞって自信がつくまでは結構な枚数デッサン必要だと思うんですが、まず形を重視して、で、形が決まったら次の段階って思うようでしたら、線ではなくて、私は面で捉える、トーンで捉えることを推奨します。はい。取り留めなくなりましたけれども、今日の動画は、形がなかなか合わないという方に、線で捉えることをちょっと置いといて、面で捉えてみましょうという動画でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。